皆様こんにちは。今私は今帰仁にいます。今帰仁はこの辺りです。前回は郡島に行ったのでこちらも見てくださいね。この辺りにジャングリや沖縄ができましたね。ですが今日は行きたい場所がありまして、また本日は台風の影響でお昼頃から雨の予報なので、雨が降る前に朝から活動したいと思います。わー、綺麗です。水がエメラルドブルーです。こちらはマリンアクティビティができる場所です。マリンアクティビティもしたいところですが、今回はやんばる地域に行きたいと思います。途中通り道だったので八ヶ寺ビーチでちょっと寄り道です。この辺りです。時間がないので走っています。こちらは街路樹に生えているアダンの実です。これは食べれるのかな。アダンはタコの木とも言われています。そしてビーチにはグンバイヒルガオが咲いていました。かわいい。まだオープン前ですが、八ヶ寺ビーチの有料エリアがあります。こちらは無料エリアなのでしょうか。こちらのビーチも美しいですね。さあ出発いたします。まずは肘大滝に向かいたいと思います。途中でネロメ海岸に来ました。場所はこの辺りです。ウミガメが出没するみたいなのでちょっと寄り道してみます。わー、こちらも綺麗なビーチですね。こちらのビーチは遊泳禁止になっています。確かに波が荒くて深そうですね。朝からビーチを歩くだけで爽快です。ウミガメいないかな。左がサンゴの死骸で右は色がついているのでまだ生きているのかな。まだ色がついているサンゴがたくさん浜に打ち上がっていたので海に戻したりしていました。風が心地いいですね。寄り道はこの辺で肘大滝に向かいたいと思います。肘大滝の入り口に着きましたが9時オープンでした。場所はこの辺りです。こちらはキャンプ場となっていまして、肘大滝までここから約40分くらい歩いていきます。入場料は1人500円です。太陽が出てきました。9時になりましたので早速行ってみたいと思います。入り口付近にはキャンプサイトがあります。炊事場も綺麗になっています。綺麗なトンボに反応しています。この先はお手洗いがないのでこちらで水分補給も忘れずに。デッキサイトもあります。いつか沖縄でもキャンプをしてみたいですね。雨上がりで水たまりがあります。とても滑りやすいです。水たまりの中に何かいます。たくさんいますね。オタマジャクシでした。向こうに何か見えてきましたね。綺麗な青い蝶々がたくさん飛んでいます。こちらは砂防ダムですね。これによって土石流や洪水の災害を守っているのですね。沖縄に合ったデザインで素敵な砂防ダムです。さあ出発しましょう。いきなり急坂があります。大
きなシダ植物が生えています。ヒカゲヘゴという名前だそうです。ジャングルに来た実感が湧きますね。クワズイモも生えています。かわいいお花も咲いています。雨上がりで蒸していてサウナ状態です。もう息が切れてきました。こちらにもヒカゲヘゴが生えています。太古の地球を実感できますね。恐竜時代に迷い込んだような景観が広がっています。奥へ進みます。ここにもヒカゲヘゴがありますね。新芽はゼンマイの天ぷらを思い出してしまいました。まだまだ続きます。滝までは歩いて40分くらいですからね。結構遠いですね。滝までのトレッキングコースは年間3万2000人が訪れるそうです。とても人気な場所なんですね。下流部にはヤンバルクイナが生息しているそうですが、鳴き声だけで姿を現すことはほとんどないそうです。また、たくさんのヘビが生息しているそうで、木の上とかにもいるみたいですので、注意が必要ですね。ヘビが落ちてきたらどうしよう。またこちらには沖縄の固有種や珍しい森の生き物たちに出会えるみたいです。そして歩くだけで森林セラピーにもなるそうです。シダ植物もたくさん生えています。常に高温多湿の環境だから生えているんでしょうね。道の横には川が流れています。川遊びする場所があるので帰りに立ち寄りたいと思います。まだまだ道は続きます。ぬかるんでいるところもあるので防水の靴の方が良いかもしれませんね。クモの巣に引っかかりました。こういう虫の罠もありますので注意が必要ですね。吊り橋があります。先ほどの川を渡っています。こちらの肘大滝は沖縄本島で一番大きな滝だそうです。あと大宜味村にあるター滝も人気だそうです。いい眺め。雄大なやんばるの森を流れる肘川を真上から見ることができます。まだまだ続きます。スタート地点からちょうどここまで半分くらいですね。小さな滝があります。できたばかりのジャングリア沖縄にも行ってみたいですが、本物のジャングルもとてもいいですね。川の横の道を歩いています。こちらにも小さな滝があります。見ていると癒されますね。本州の景色とはちょっと違いますが、川のせせらぎもあってとても良い景色です。上流に近づいてきました。この急階段を上がっていきます。この階段が最後の難所と言われています。長い階段が続きます。そして階段を降りていきます。途中に昭和初期の炭焼き窯跡があります。とても大きな窯だったのでしょうね。
大滝まであと300メートルあります。残り4分の1くらいですね。また長い急階段があります。きつそうな階段です。まさかの心臓破りの階段があるとは。登りました。大きな日陰へごがありますね。そろそろ大滝かな。この場所から急に涼しくなりました。大滝が見えてきました。やっと到着です。大迫力です。急階段や高温多湿で結構疲れましたが、来てよかったです。肘大滝は高さ 25.7 メートルを誇る沖縄本島最大の滝だそうです。もう少し大滝の近くに行ってみたいと思います。すごい迫力です。水しぶきと風がすごくて髪の毛も濡れてきました。来た道を戻りたいと思います。途中の川遊び場で少し遊んでいきたいと思います。ビーチサンダルを持参していたので履き替えました。綺麗な川の水でクールダウンです。気持ちがいいです。水深は10センチくらいでしょうか。カメラを水中に入れてみます。お魚はいないみたいですね。滞在時間は2時間くらいでした。大自然のジャングルを味わえてとても楽しかったです。お次は沖縄の最北部にある大石林山に行きたいと思います。場所はこの辺りです。予報ではお昼から雨です。波も荒く雲行きも怪しくなってきました。まもなく到着します。大石林山に到着したと同時に雨が降ってきました。台風の影響で強風です。那覇がこちらで、現在は最北部エリアにいますよ。とりあえず石の美術館に行ってみます。沖縄で採れたいろいろな石が展示されています。いろいろな種類の石があって勉強になりますね。またこちらの大石林山は大自然のパワースポットで元気をチャージできるそうです。本日大石林山は悪天候のため閉園していました。残念です。最北端の辺戸岬も豪雨で断念いたしました。沖縄最北端にはめったに来れないので、ここに足を踏み入れただけですが、とても良かったです。帰り道の途中の道の駅ゆいゆい国頭でランチにしたいと思います。場所はこの辺りです。すごい強風です。何を食べようかな。
沖縄に来てから初の沖縄そばを食べたいと思います。よもぎ麺そばとジューシーのセットにしました。生のよもぎも入っています。いただきます。少し苦味がありますが美味しいです。スープをいただきます。お出汁が濃厚で美味しいです。お次はジューシーをいただきます。しっかりとしたお味で美味しいです。ごちそうさまでした。お土産屋さんに行きたいと思います。沖縄といえばオリオンビールは有名ですね。あ、ヤンバルクイナ、今日は出会えなかったですね。いろいろなグッズが売っています。ぬいぐるみも実物のヤンバルクイナを見たかったな。大きなうなぎとツーショット。ちなみに見るのは苦手ですが食べるのは大好きです。雨が止みましたね。お次は東村に向かいたいと思います。場所はこの辺りです。沖縄の天気は変わりやすいですね。東村昼木公園に着きました。赤みがかったオレンジ色の鳳凰木の花が咲いています。とても綺麗です。こちらにはマングローブがあります。塩招きもたくさん生息しているそうです。また雨もパラパラと降ってきました。風も強くて帽子が飛びそうです。こちらがマングローブです。汽水域に生息するヒルギの森をマングローブというそうです。自然の美しい風景です。カニがたくさん生息しています。近づくとすぐ隠れてしまいますね。本当にいい景色です。こちらの江差川でカヌーやサップもできるそうです。展望台からの眺めも素敵です。遊歩道がありましたのでヒルギを間近で見ることができます。こちらには3種類のヒルギが自生しているそうです。赤いのがヒルギのお花です。タコさんウインナーに見えますね。今は潮が引いているのでヒルギの気根も観察できます。潮が満ちると根が水中に浸かって空気を吸えなくなるため枝から気根を伸ばして空気を取り入れてるそうです。長い遊歩道が続きます。マングローブ林というよりかもうジャングルですね。ヒルギのトンネルですね。マングローブの貴重な景色を見ることができて大満足です。今回はこの辺で。沖縄の動画はまだ続きます。次回も見てくださいね。最後までご視聴ありがとうございました。また見てくださいね。いいねもお願いします。